あのキャラは何をしたのか。第1期水星の魔女キャラクターまとめ。シーズン1が衝撃的な最終回を迎え、多くの視聴者に衝撃を与えた機動戦士ガンダム水星の魔女。当初は学園ものとか少女革命ウテナに似ているとか様々な意見が各所で見られましたが、徐々に流れが変わっていき、立ち位置が変わっていったキャラや新たな陣営も次々と登場しています。そこで今回はシーズン2へ向けて水星の魔女に登場する主なキャラクターたちを解説させていただきます。1、水星&バナディース機関。まずはエリクト様や、そしてその両親であるエルヌラ様やとナディム様やです。本編の21年前、アドステラ101年、エルノラはバナディース機関のテストパイロットとして、ナディムはモビルスーツ開発企業オックスアース社からの出向で開発マネージャーとして、ガンドフォーマットを用いたモビルスーツガンダムの開発を行っていました。しかしガンダムを危険視するデリング・レンブランの手により、バナディース機関の施設フォールクバングは壊滅させられ、エルノラはエリクトと共にガンダムルブリスで脱出。ナディムはエルノラを逃すために量産試作型ルブリスでベギルベウに特攻して命を落としました。ただし作中の描写としては、アニメ版小説版ともにデータストームに飲み込まれるような演出がされているのみで、ナディムが死亡したと断定できる描写は存在していません。この事件は通称バナディース事変と呼ばれ、これ以降エルノラは復讐のため仮面をかぶり、プロスペラ・マーキュリーとして暗躍していくことになりました。そしてバナディース事変から4年後となるアドステラ105年に誕生したと思われる人物がプロスペラの娘であり、本作の主人公スレッタ・マーキュリーです。同年代の子供がいない彗星の環境で育ったため、非常に内向的な性格をしており、コミュニケーション力が足りない場面が多く見られます。一方で母の教えを胸に立ちはだかる壁に立ち向かっていく強い精神力も持ち合わせた少女です。ただシーズン1終盤ではプロスペラの言葉を盲目的に信じるがゆえに、血塗られた世界へ踏み出したような演出があり、シーズン2でミオリネとエアリアル君がどのようにしてスレッタを導いていくのかが見どころの一つになると思われます。なおスレッタの出生には多くの謎が隠されており、その一つがプロローグに登場したエリクトとの関係性です。当初はエリクトがスレッタの幼少期と考えられていましたが、本編のスレッタは17歳で、21年前のバナディース事変当時4歳だったエリクトが成長していた場合、エリクトは25歳なので年齢が一致しません。なおこの2人の関係性については以前こちらの動画で詳しく考察しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。次にプロスペラの周囲の人物です。まず蓄えたヒゲと三つ編みが特徴的なプロスペラの部下ゴドイ。活躍は少ないながら非常に印象に残るキャラクターで、スレッタがゴドイさんと自然に話しかけていることからプロスペラやスレッタとは長い付き合いであることが伺えます。またバナディース機関時代にもプロスペラと関わりがあった人物は多く存在します。まずプロスペラの恩師であるカルド博士です。バナディース機関の代表にしてガンドフォーマット理論の第一人者です。プロスペラ元イエルノラにガンド技術による医療を施した人物であり、エルノラから先生は命の恩人と呼ばれ慕われていました。他にもナイラ・バートランやウェンディ・ヨレントといった仲間たちが登場しましたが、デリングが手引きしたドミニコス隊によるバナディース機関襲撃の際にそのほとんどが死亡しています。2、監査組織カテドラル。カテドラルとはバナディース事変後デリングを筆頭としたモビルスーツ開発評議会が設立したモビルスーツ開発の秩序や倫理を守る監査組織です。その統括代表であり、ベネリットグループ総裁がデリング・レンブランです。徹底した結果主義で、その姿勢は娘であるミオリネであろうと変わらない非常な人間として描かれています。当初は私がそう判断したという理由でエアリアルをガンダムと断言するほど横暴で、自らの権力で自由に法を決める姿勢を見せつけていました。しかし徐々に父親らしい描写が見られるようになり、一期最終回では身を挺してミオリネをかばうなど不器用ながら娘の身を案じていました。このことからただ愛情表現が下手なだけとも考えられるようになり、前半はクソ親父と思われていたはずが、現在では
ガンダム作品では珍しいまともな父親との呼び声も高くなっている人物です。次にデリングの娘でありスレッタの花嫁のミオリネ・レンブランです。婿であるスレッタには基本的に辛辣な態度をとっていますが、不器用ながら日々の感謝を伝えるシーンも見られ、父親譲りのツンデレキャラとなっています。デリングとの関係は良好とは言えず、自身の進路を勝手に決めたり、血統のトロフィーとする父に強く反抗しており、当初はダブスタクソ親父と呼んでいました。また彼女が温室で育てているトマトは亡き母親であるノートレットが改良した品種です。なおノートレットの葬式にデリングは出席しておらず、ミオリネが父に反抗する理由の一つとなっていますが、ノートレットの使徒デリングが葬式に出なかった理由は生存確率の高い方法を選んだということが12話で明かされており、シーズン2で詳細が語られると思われます。次にカテドラル独自の戦力として組織されたドミニコス隊の隊員です。まずラジャンザヒ。バナディース事変においてボカンユリシリーズの艦長として指揮を執った人物で、本編ではデリングの側近を務めており、かなり信頼されている人物である様子が伺えます。そして現在のドミニコス隊隊長を務めるのは、バナディース事変時にベギルベウに登場し量産試作型ルブリスを圧倒したモビルスーツパイロットケナンジ・アベリーです。本編の21年前であるプロローグではスラッとした体型をしていましたが、再登場した際に激太りしており、演者の上田洋二氏もその変わり果てた姿に困惑していました。ケナンジは本編ではあまり多くは登場していませんが、12話でエアリアルが高火力射撃を行った際、悪い予感だけは当たるんだよな俺と言っているので、もしかするとバナディース事変の際にもナディ抜きの特攻による戦闘終了後、何か悪いことがあったのかもしれません。3. グラスレーディフェンスシステムズ。続いてはベネリットグループ御三家の一角であるグラスレー社陣営についてです。まずはグラスレー社 CEO サリウス・ゼネリ。かなりの老体で移動には車椅子や杖などを用いており、常に生命維持用の装置につながれています。デリングと同じ、もしくはそれ以上にガンダムを忌むべき存在としており、ガンダムの存在を徐々に認めていくデリングの姿に不信感を抱いています。なおプロローグではデリングはバナディースを出征対象としていましたが、サリウスはオックスアース社を出征対象としており、さらに本編でもエアリアルを見てオックスアースの亡霊かと言っていて、オックスアースを目の敵にするもののバナディースには触れません。プロローグではカルド博士が交渉に応じるかどうかと発言していることから、カルド博士と何か関わりがあったのかもしれません。次にシャディク・ゼネリです。グラスレー社の御曹司で、サリウスの命令によりエアリアルの秘密とスレッタの身辺調査を行っていました。決闘に女をかけていることからの相当なプレイボーイで、モビルスーツ乗りとしても団体戦で無敗を誇っています。また経営者としても優秀で、サリウスたちに対して視野が狭すぎると語る場面も見られます。しかし実態は幼なじみのミオリネに思いを寄せながらも、その本心を告げることができずにいたシャイボーイでもあります。一期終盤ではフォルドの夜明けと呼ばれる地球のゲリラ組織と暗躍し、デリングの暗殺とベネリットグループの解体を目論む一面も見せました。フォルドの夜明けからプリンスと呼ばれており、サリウスが引き取った孤児ということが明かされているのでアーシアンと推察できますが、まだ出自の謎が完全には解明されていません。一度スレッタと地球寮に敗北しましたが、シーズン2の第13話では自分の計画にサリウスを引きずり込むという発言をしていることから、シーズン2では再びベネリット解体に暗躍していくと思われます。また取り巻きとしてシャディクの右腕的存在であるサビーナ・ファルディン、男子生徒複数人と交際しキープが十数人いるレネ・コスタ、気弱で心配性のイリーシャ・プラノ、笑顔とポジティブが売りのメイジー・メイ、シャディクの本心すら見抜く第6巻の持ち主であるエナオ・ジャズといった5名の少女を引き連れています。機動戦士ビクトリーガンダムで登場した主楽隊を彷彿とさせるということで、全員死なないかネットで不安の声が上がる5人ですが、今後の展開やいかに。4. ジェタークヘビーマシーナリー。次に同じくベネリットグループ御三家の一角であるジェターク社陣営についてです。まずジェターク CEO であるビム・ジェタークです。
軍人上がりのデリングを快く思っておらず、1話から彼の暗殺計画を企てています。自身の息子をデリングの娘であるミオリネと戦略結婚させ、ベネリットグループを掌握しようと画策していました。またダリル・バルデが確実に勝つように自動操縦システムを組み込んだり、ビームを減衰させるスプリンクラーを作動させるよう指示したりと、会社の利益のため息子を駒として扱う非情な人物にも見えますが、12話で失踪していたボブと再会した際には息子に対する愛を感じられる描写も見られました。しかし図らずともグエルとの戦闘で命を落としました。なおプロローグでは当時の御三家が描かれていますが、小説版ではこの人物がリムの父親にしてジェターク社の前 CEO と明かされています。次にリムの息子グエル・ジェタークです。本編開始時には決闘の勝者の中で最も優秀な生徒であるホルダーであり、横柄な態度をとっていましたが、スレッタに決闘で敗れてからは数奇な運命をたどることになります。傲慢な性格をしていますが、約束事を守り正々堂々の勝負を望むまっすぐな一面を持った少年です。父親に認めてもらえないという葛藤を抱えていましたが、自分を認めてくれたスレッタにその場で求婚したり、スレッタを傷つけたエランに対し決闘を禁止されているという自身の立場を顧みず決闘を受けるなど直情的な性格が見られます。その結果キャンプ生活を送るなど転落の人生を歩むことになりますが、作中での立場とは反比例するように視聴者から絶大な人気を誇っており、当初は令和のパトリック・コーラサワーとも呼ばれていたり、キャンプ生活を始めてはグエキャンがトレンドワードになっています。なお10話にて学園を脱走したグエルがボブと名乗り下働きとして乗り込んだ船の艦長の声優の方がコーラサワー役の浜田健二氏だったりします。そんな直情的なグエルの弟ラウダニールはグエルとは対照的に冷静な性格となっています。グエルとは母違いの兄弟であり、ジェタークではなく母方の姓であろうニールを名乗っています。異母兄弟でありながらもグエルを尊敬しており、父であるリムに対してもうまく立ち回れる理知的な性格をしています。しかし根底には兄と同じ攻撃的な一面も持っており、特にスレッタに対しては敵意むき出しになる場面も見られます。シーズン1ではラウダ専用ディランザをグエルが使用していたため、ラウダはモビルスーツに登場していませんが、8話のオッズ表では7位になっているので、モビルスーツ操縦技量が高いと考えられます。シーズン2予告 PV ではラウダ専用ディランザで戦闘しているような描写があり、さらに第13話ではジェターク CEO 代理を務めているので、父に代わりジェターク社を牽引していくと思われます。なお先日の公式配信ではリム、グエル、ラウダの3人が仲良く過ごす過去のイラストが公開され、父親が分け隔てなく2人を愛していた様子がうかがえます。グエルがどれだけ父親に虐げられてもリムを悪く言ったりしないのは、こういった温かい過去から来るものなのかもしれません。その他にはグエルの周りには常に2人の取り巻きがいます。それがフェルシー・ロロとペトライッタです。スレッタを水星女と別称で呼んだり、グエルとスレッタの決闘の際には妨害工作を行ったりと嫌がらせをする場面が見られます。しかし決闘後は何気にスレッタの動向をミオリネに知らせたり、グエルにスレッタがエランとデートするという話を知らせに行ったりと、グエルのために動く様子が描かれています。他に出番はあまりありませんが、ジェターク寮のメカニックを務めるカミル系シンクもいます。5. ペイルテクノロジーズ。同じくベネリット御三家最後の一角であるペイル社陣営です。ペイル社はプロローグ時点の立ち位置が不明な企業で、本編ではニューゲン、カル、ネボラ、ゴルネリの4人による共同 CEO という珍しい体制をとっています。この4人は首から下にかけてガンドらしきものを取り付けているため、全員手術が施されていると考えられます。そのためガンダムを忌み嫌うベネリットグループ内では異端の存在となっています。ガンダム最大の懸念である生命倫理問題をクリアしている可能性を持つエアリアルに興味を抱き、自社のガンダムパイロットをけしかけます。それがペイル寮の寮長エラン・ケレスです。正体はガンダムを操縦するために用意された強化人士であり、最初にスレッタと関わるエランは4番目のエランとなっています。学園内では人間嫌いと呼ばれるほど他人に興味を示しませんが、
自分と同じくガンダムを狩るスレッタを自分と同じ強化人士なのではないかと考え接近していきました。しかしスレッタが自分とは違った存在と知ると裏切られたと筋違いな怒りを見せ、エアリアルを手に入れるため決闘を申し込みます。監督の大河内一郎氏によると、エランはスレッタにとって初めての恋心を抱くキャラクターとして描かれたそうです。また他人に興味を示さないキャラが主人公にだけは心を開く様から、ネット上では令和の花沢類と呼ばれていたりもします。そんなエラン4号ですが、スレッタとの決闘の末、過去を思い出すも CEO に見限られ処分されてしまいます。そのためこれ以降登場するのはオリジナルのエラン・ケレスと5番目の強化人士であるエランです。2人とも4号とは違い、入言から性格が悪いと評される人物となっています。本物のエランは CEO たちからも敬われる存在で、一方エラン5号はスレッタに甘い言葉をかけて強引に落とそうとするナンパなキャラクター性が乱れます。5号がさりげなく株式会社ガンダムの一員になっていることが13話で判明し、その気さくな性格からかネット上では急に評価が高まる声も上がっています。ペイル社の人物として他に強化人士の管理とペイル社のガンダム開発を担当するベルメリア・ウィンストンが登場しています。かつてバナディース機関に所属していた数少ない生き残りで、プロスペラとは先輩後輩の関係だったようです。本来は医療工学を志していたものの、やむを得ず強化人士の調整や研究に従事しています。そのため株式会社ガンダムを設立し、ガンド技術を医療目的で推し進めるスレッタたちに本心から協力しています。6. ブリオン。ブリオン社はアスティカシア学園で教習に使われているモビルスーツデミトレーナを開発した企業です。作中では決闘委員会の一員であるセセリア・ドートとロウジ・チャンテが登場しています。セセリアは口が悪い皮肉屋な少女で、特にグエルを煽って楽しむような描写が多く見られます。ひとたび言葉を発すれば嫌味が飛び出てくるので、決して人が良いキャラではありませんが、その絶対領域に歓喜するファンが多いとかなんとか。そんなセセリアと常に一緒にいるのがロウジ・チャンテです。メカに精通しており、普段からガンダムシリーズのマスコットロボであるハローを引き連れています。ファラクトがガンダムであることを見抜くなど、決闘時の解説役ポジションとしての登場が多くなっています。なお嫌味たっぷりなセセリアと冷静なロウジという2人ですが、エアリアルがシャディクたちとの戦いで敗北する寸前まで追い込まれた際、ラウダが溜め込んでいた恨みを全力で吐き出す様子を見た際には、珍しくドン引きする様子が描かれています。7. 地球寮。地球寮は地球出身のアーシアンたちが所属する寮となります。スレッタとミオリネが交流を深めていきました。なおアスティカシア高等専門学園はベネリット傘下の企業推薦なくして入学できないため、アーシアンの企業が存在するはずですが、まだその存在は明かされていません。そんな地球寮のメンバーとしてまずニカ・ナナウラです。メカニック科所属で転入早々グエルを倒したスレッタとエアリアルに強い興味を持ち、学園内で孤立していたスレッタを地球寮へと誘いました。温厚で思慮深い性格をしており、地球寮のメンバーに慕われています。エアリアルがファラクトと戦う前にはサードパーティのミラソール社製フライトユニットのジャンク品をレストアしてエアリアルに取り付けましたが、これによってエアリアルはファラクトに追従する機動性を確保しているので、ニカの技術力が非常に高いことが伺えます。序盤では食事にガムを吐きかけられても言い返さないなど謎を持った人物でしたが、その正体はフォルドの夜明けの連絡役で、シャディクと共に暗躍する姿が描かれました。次にそんなニカをニカネーの愛称で呼ぶチュアチュリーパンランチです。スレッタが来たる前は地球寮唯一のパイロットでした。宇宙生まれのスペーシアンに強い敵意を抱いているので、当初はスレッタにも敵意を向けていましたが、故郷のために戦うスレッタの姿に次第に心を開いていくことになります。なおモフモフの髪はモビルスーツ登場時にヘルメットをかぶると綺麗に収まっており、ツッコミを受けることが多くなっていますが、深く考えてはいけないようです。地球寮には他にも様々な人物が登場します。気弱な性格の寮長マルタン・アップモントはシーズン1ではあまり目立った活躍シーンがありませんでしたが、12話でニカが
フォルドの夜明けと暗号通信しているところを目撃してしまったため、シーズン2でそれをどう解決していくのかが見どころではないでしょうか。また、決闘賭博に興じるヌーノ・カルガンとオジェロ・ギャベルがいます。基本的に仲のいい2人ですが、ヌーノはエアリアルを兵器として売り出すことも辞さない反面、オジェロは兵器で稼ぐことに強い抵抗を示すなど、正反対な信念を持っています。ギリッケ・カドカリパティは朗らかな性格で恋愛話が大好きな人物で、公式で男子生徒からモテるという設定を持っていますが、人当たりの強いキャラが多く登場する本作では、ギリッケのような友好的な人物は珍しく、ネット上ではモテるのも納得との意見も見られます。他に、寡黙でデザインのセンスに長けたティルネイスや、占いを得意とするアリア・マフバーシュが登場しました。アリアは占いを通してスレッタに兄弟がいることを示唆しています。8. 宇宙議会連合。まだ謎に包まれた勢力ですが、フェンジュンとグストン・パーチェの2人が登場しています。もともとはミオリネが脱走して地球へ行く手引きをした人物たちですが、その正体をミオリネに見抜かれていました。ミオリネが地球へ行こうとするも結局引き返した際には、デリングの娘に恩を作って損はないと発言していましたが、株式会社ガンダムを立ち上げたミオリネに対して今は敵じゃないと話をしていることから、シーズン2ではガンダムの動向次第で敵になる可能性がありそうです。9. フォルドの夜明けと反スペーシアン組織。まず地球で活動する反スペーシアン組織フォルドの夜明けのリーダー、ナジゲオルヒジャです。地球居住民の地位向上を狙ってゲリラ活動を行っており、作中ではシャディクから依頼を受けてデリングを暗殺するべくプラントクエタを襲撃しました。また襲撃の際にはモビルスーツ対比機関として歴戦の戦士オルコットも登場しています。ジェターク社の旧式モビルスーツデスルターを運用し、条約で禁止されている実弾兵装を使用しています。さらに襲撃の際にフォルドの夜明けの戦力としてガンダムルブリスユールに登場するソフィー・プロネとガンダムルブリスソーンに登場するノレア・テュノクが登場しました。ソフィーは自分の欲求に率直な少女で、そのためなら暴力も厭わない性格をしています。また自身を地球の魔女と名乗り、スレッタをお姉ちゃんと呼ぶなど謎多き人物です。ノレアは冷静な性格をした少女で、独断行動が多い相棒のソフィにはよく振り回されています。しかしその平静な表情とは裏腹に、スペーシアンへ強い憤りを感じているようです。ルブリスールとルブリスソーンのガンプラ説明書によると、ソフィとノレアはあくまでフォルドの夜明けに派遣された人物に過ぎないことが明かされたので、2人を派遣した企業がシーズン2で登場すると思われます。もしかすると地球寮の母体となる企業が関係しているのかもしれません。ということで以上、水星の魔女キャラクター紹介でした。シーズン1ではスレッタとエリクトの関係、マルタンに秘密がバレてしまったニカ姉がどうなってしまうのか、ソフィーのスレッタに対するお姉ちゃん呼びなど謎だらけに終わったところが多いので、シーズン2でその謎が一気に明かされていくのが待ち遠しいところではないでしょうか。皆様が気になっていること、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。